ゆっくり解説リクエストサット。昭和のいぶし銀シリーズ第7弾、美生と開演で記憶に刻まれた名脇役たち。レイム、待たせたな。視聴者の皆からの熱いリクエストに応えて、ついに昭和のいぶし銀シリーズ第7弾の開幕だぜ。もう第7弾なの。すごい人気だね。前回のコメント欄も、あの人がいない。この人を忘れないで、っていう書き込みですごい熱気だったもんね。ああ、本当にありがたいことだぜ。みんなの思い出の中に、いかに多くの名優たちが刻まれているかを実感したよ。だから今回は、そんなコメント欄のリクエストを徹底的に反映させた、スペシャルなランキングを用意したんだ。それは楽しみ。今回はどんな俳優さんたちが登場するの？今回の裏テーマはズバリ、美声と開演だ。一度聞いたら忘れられない渋い声を持つ男たちや、トラウマになるほどの強烈な演技でお茶の間を震撼させた名脇役たちが勢揃いだぜ。うわぁ、耳に残る声と、目に焼き付く演技か。懐かしくて、ちょっと怖い気もするけど、早く知りたいわ。ハンカチの用意はいいか？それじゃあ早速、記憶の蓋を開けに行こうぜ。第10位、河原崎長一郎。まずは第10位だ。視聴者から、あのお父さん役が忘れられないという声も多かった名優、河原崎長一郎だぜ。河原崎長一郎さん、名前を聞いただけで、なんだか優しそうな笑顔が浮かんでくるわ。ドラマのお父さん役ってイメージが強いかも。そうだな。彼は演劇一家に生まれ、特に40代以降は実直な市民役でお茶の間に愛された。例えば1979年の NHK 朝ドラ、まあ姉ちゃんでの坂田大蔵役は有名だぜ。ヒロイン一家を支える日暮里の燃料店主を演じたんだ。江戸っ子で頼りになるおじさんだよね。でも最後は確か、ああ、空襲の最中に行方不明になり、戦後になって亡くなっていたことが判明するんだ。あの展開には多くの視聴者が涙したんだぜ。思い出しただけで悲しいわ。普通の人の悲劇だからこそ、余計に心に刺さったのよね。その、普通の人を演じるリアリティこそが彼の真骨頂だぜ。ドラマ、花変路風の昭和日記でも、桃井かおりの夫勝治役を好演したな。四国の商家の主人として家族を見守る姿は、まさに日本の両親だった。派手じゃないけど、そこにいてくれるだけで安心する存在だったよね。だがなレイム、彼はただの優しげな人じゃないぞ。若い頃の映画、五番町遊戯理論では、金閣寺放火事件をモデルにした喫音の青年僧椚田清純という難役を演じているんだ。放火事件の犯人役？いつもの穏やかなイメージと全然違うじゃない。そうなんだ。佐久間よし子演じるヒロインと心を通わせつつも、コンプレックスと信仰の狭間で苦悩し、最後は寺に火を放つ壮絶な役どころだ。この演技で彼はブルーリボン少女演男優賞を受賞しているんだぜ。すごい。若い頃からそんな実力があったのね。優しいお父さん役の裏には、そんな激しい演技の積み重ねがあったんだ。2003年に64歳で亡くなったのが惜しまれるが、その誠実な演技はずっと記憶に残っているよな。第9位、佐賀全米。続いて第9位は、時代劇ファンなら誰もが一度は憎らしいと思ったことがあるはずだ。独特のメガネと粘っこい笑顔がトレードマークの俳優、佐賀全米だぜ。ああ、顔を見ればすぐわかるわ。水戸黄門なんかで、よく悪代官様の横で手を揉んでる越後屋とかの人でしょ？あのニヤッとした顔？本当に悪いこと考えてそうで印象に残ってるわ。そうそう。彼は1909年生まれで、テレビドラマではとにかく悪徳商人役がハマり役だった。冷酷かつ強量な悪役を演じさせたら右に出る者はいなかったんだぜ。絵に描いたような欲深い商人って感じだったものね。でも、普段からあんな感じの人だったのかしら？それが全く違うんだ。実は彼は戦後の東方葬儀で組合側の先頭に立って戦った、筋金入りの活動家だったんだぜ。葬儀の責任を取って東方を退社した後は、自ら独立プロを立ち上げて、名作映画、真空地帯などをプロデュースまでしているんだ。あのおじさんが
画面の中ではお金に汚い商人を演じていたけど、中身は映画作りに情熱を燃やす硬派な、戦う映画人だったのね。見方がガラッと変わっちゃった。その硬派な一面は、山本薩夫監督の社会派大作でも発揮されているぜ。華麗なる一族や金環食、不毛地帯といった作品では、出番こそ短いが、政財界の黒幕や実力者として重厚な演技を見せているんだ。コメディタッチな悪役だけじゃなくて、シリアスな大物も演じられたのね。ああ、晩年は伊丹十三監督作品にも登場して異彩を放っていたしな。悪役として憎まれながら、裏では日本映画界を支え続けた、骨太ないぶし銀だぜ。第8位、十明久男。第8位は、昭和のお茶の間に笑いと安心感を届けてくれた名脇役、十明久男だぜ。大きく後退した額と長い顎がトレードマークで、一度見たら忘れられない顔立ちだよな。優しそうなおじさんって感じ。ちょっとキザな役とか、とぼけた役をやっているのをよく見た気がするわ。そうだな。彼は1908年生まれで、戦前から演劇活動をしていた大ベテランだ。東宝の社長シリーズでは山中先生役などで森重久彌と共演したり、テレビの青春シリーズでは校長先生役を演じたりと、コミカルな演技で愛されたんだぜ。青春ドラマの校長先生、似合うわねー。生徒たちを温かく見守ってくれそう。だがなレイム、彼にはもっと驚きの経歴があるんだ。実はテレビ黎明期の1957年、TBS の前身である KR テレビで放送された水戸黄門万有記で、なんと主役の水戸光圀を演じているんだぜ。水戸黄門様って、遠野栄次郎さんのイメージが強いけど、それより前に十明さんが演じていたの？そうなんだ。脇役のイメージが強い彼が、天下の副将軍を演じていたなんて意外だよな。それだけ演技の幅が広かったってことだぜ。知らなかったコミカルな役から黄門様までこなすなんて、すごい役者さんだったんだね。ちなみに、あの大女優と明幸代のお父さんでもあるんだ。実家も芸事に親しい家系だったそうで、まさに芸能一家の DNA を感じさせるよな。十明幸代さんのお父さんだったんだ。親子揃って、昭和の芸能界を支えていたなんて素敵ね。おしゃれでキザな都会人から、威厳ある老人まで、そのユニークな存在感は、今でも多くの作品の中で輝き続けているぜ。第7位、内藤武俊。第7位は、知的で穏やかな風貌と、その美声で昭和のドラマを支えた名優、内藤武俊だぜ。内藤さん、サスペンスドラマの刑事さんや、優しいお父さん役でよく見た気がするわ。画面に出てくると安心感があるのよね。そうだな。3年 B 組金八先生の第3シリーズでは杉山校長先生を演じたり、2時間ドラマの常連でもあったからな。だがレイム、彼の声に聞き覚えはないか？声？言われてみれば、すごく落ち着いた良い声だった記憶があるけど、具体的にどこで聞いたんだろう？実は彼、あの山口百恵が主演した大ヒットドラマ赤いシリーズのナレーションを担当していたんだ。赤い疑惑、赤い激流、赤い激突と、物語の緊迫感をあの上品な声で盛り上げていたんだぜ。あの印象的なナレーション、内藤さんだったの。ドラマの雰囲気を決定づける重要な役じゃない。通りで耳に残っているわけだわ。俳優としても、1956年の名作映画、ビルマの盾ごとに小林兵長役で出演するなど、劇団民芸の創立メンバーとして活躍した実力派だ。でも、彼にはただの穏やかな良い人だけじゃない、映画への熱い執念のエピソードがあるんだぜ。執念？優しそうな顔なのに、意外だわ。彼は武田大順の小説、光苔を読んで衝撃を受け、長年、これを映画化したいと切望し続けていたんだ。その情熱が実って、親友の三國連太郎を主演に迎え、1992年にようやく映画化を実現させたんだぜ。その時、内藤武俊自身も出演し、自分が心血を注いだ作品に身を置いたんだ。すごい。自分が演じるだけじゃなくて、作りたい映画のためにそこまで情熱を注げるなんて、本当の映画人だったのね。
穏やかな微笑みの裏には、映画への熱い魂があった。まさに、いぶし銀と呼ぶにふさわしい名優だぜ。第6位、山内晶。第6位は、冷徹なインテリジェンスを感じさせる名優、山内晶だぜ。早稲田大学在学中から演劇を始め、戦後は宇野重吉らと共に劇団民芸を創立した、演劇界の重鎮の一人だな。山内晶さん。名前だけだとパッと浮かばないけど、顔を見たらきっとわかる気がするわ。どんな役が多かったの？彼を語る上で絶対に外せないのが、日活の大作映画、戦争と人間シリーズでの石原幹二役だ。満州事変の首謀者であり、天才的な軍事戦略家として知られる人物を、圧倒的なリアリティと知性で演じ切ったんだぜ。うわぁ、石原幹二って歴史の教科書に出てくる人じゃない。あの独特な雰囲気を持つ軍人を演じたのね。想像しただけでピリッとした空気が伝わってくるわ。その、静かなる威圧感こそが彼の持ち味だからな。一方で、特撮ファンには1971年のゴジラ対ヘドラでの矢野徹博士役としても有名だ。ヘドラに片目を潰されながらも、執念でその正体を暴こうとする科学者の姿は、多くの子供たちの記憶に焼き付いているぜ。ああ、あの眼帯をした博士、知ってるわ。すごく怖かったけどかっこよかった記憶がある。他にも、パニック映画の金字塔、新幹線大爆破では官房長官役を演じるなど、政治家や軍人、科学者といった知的な権力者や専門家を演じさせたら右に出る者はいなかったんだ。確かに、すごく頭が良さそうで、何を考えているか読めない怖さがあったかも。そうだろ？大河ドラマ、徳川家康での姉妹喪失役や、天と地とでの馬場美濃の神役など、歴史の重みを感じさせる役柄でも存在感を放っていたな。1993年に映画、病院で死ぬということが遺作となったが、最後までその知的な眼差しはスクリーンの中で輝き続けていたぜ。第5位、佐川哲郎。第5位は、足掛け14年もの長きにわたり一つの役を演じ続け、その渋い低音ボイスで偉大なるリリーフとも称賛された名優、佐川哲郎だぜ。佐川哲郎さん、名前を聞いただけで、なんだかダンディで素敵な声が脳内に響いてきそう。でも、14年間も同じ役を続けるって並大抵のことじゃないわよね。一体何のドラマなの？テレビ東京の長寿番組、大江戸捜査網だ。彼は1970年の第1話から1984年の最終回まで、隠密同心伊坂十三として出演し続けたんだ。里見光太郎や松方弘樹といった主役たちが交代していく中で、彼だけは不動のメンバーとして番組を支え続けたんだぜ。主役が変わっても彼だけはずっといたの。それはまさに番組の顔ね。ニヒルでストイックな伊坂十三役。当時の視聴者はその変わらぬかっこよさに痺れたでしょうね。その通りだ。他にも、ウルトラマンエースのユウゴロウ隊長役など、頼りがいのある2枚目リーダー役がハマり役だったな。だがなレイム、彼の真の凄みはその声の仕事にもあるんだ。声？確かに一度聞いたら忘れない低音ボイスだけど、何か特別なエピソードがあるの？彼は洋画の吹き替えでも活躍していたんだが、評論家の鳥道氏から偉大なるリリーフと評されていたんだ。これは、ヘンリー・フォンダやクリント・イーストウッド、バート・ランカスターといった大スターの持ち役を、先代の声優が亡くなったりした後に引き継ぎ、違和感なく見事に務め上げたからだぜ。すごい。あの大スターたちの声を途中から引き継ぐなんて、プレッシャーも半端じゃないし、実力がなきゃファンに認められないわよ。重厚さと威厳、そして哀愁を声だけで表現できる稀有な存在だったのさ。出崎治監督の劇場アニメ、ゴルゴ13では、あのデューク統合の声も担当している。まさにハードボイルドな男の象徴だぜ。第4位、多々良潤。第4位は、映画黄金期の名作から特撮ヒーロー番組、さらにはクイズ番組まで、とんでもなく幅広いジャンルで活躍した名バイプレイヤー、多々良潤だぜ。多々良潤さん。名前は聞いたことがあるけど、顔がすぐには浮かばないかも。どんな作品に出ていた人なの？まず映画ファンには、
黒澤明監督の7人の侍での人足役といえば伝わるはずだ。最初は農民たちの計画を馬鹿にして嫌味ばかり言っているんだが、実は物語の超重要人物なんだぜ。ただの酔っ払いの博打好きじゃなかったの？違うんだ。リーダーの官兵衛が依頼を断ろうとした時、お前さんたちは、この一膳の飯の意味がわかってるのか、と、農民の苦労と覚悟を代弁して官兵衛の心を動かしたのが、多々良順演じる人足だったんだ。うわぁ、そうだった。あの言葉があったから、官兵衛は信氏退治を引き受けたのよね。すごいキーパーソンじゃない。そう。その後も三船敏郎演じる菊池陽を連れてきたりと、実は彼がいなければ、7人の侍は結成されなかったと言っても過言じゃない名演だったんだぜ。他にも1956年には映画、あなた買いますや、鶴八鶴次郎での演技が高く評価されて、ブルーリボン賞の助演男優賞を受賞している実力派なんだぜ。へえ、黒沢映画にも出ていて、賞まで取っているなんてすごい。昔の映画界を支えた名優さんだったのね。そうなんだ。頑固だけど根は優しい役をやらせたら絶品でな。だが、彼の活躍は映画だけじゃない。昭和の終わりから平成にかけて子供時代を過ごした人たちにとっては、特撮作品のおやっさんや仙人としての印象が強烈に残っているはずだ。特撮？あんな渋いおじいさんがヒーロー番組に出ていたの？ああ。宇宙刑事ジャパンでは主人公が働く乗馬クラブのオーナー藤郷海役として、主人公を温かく見守る地球の父親代わりのような存在を演じた。そして、恐竜戦隊10レンジャーでは不思議な仙人バーザ役として、若き戦士たちを導いたんだぜ。ああ、思い出した。あの白い髭の仙人、タタラさんだったんだ。懐かしいから、キャバンの親父さんも10レンジャーのバーザも、みんなお世話になってたのね。さらに言えば、NHK のクイズ面白ゼミナールの常連ゲストとしてもおなじみだったな。正解率が高くて、温厚で知的な語り口がお茶の間に愛されていたんだ。映画の渋い脇役から、子供番組の仙人、そしてクイズ番組の優しいおじいちゃんまで、本当にいろんな世代から愛された人だったんだね。刑事ドラマや時代劇でも、ある時は卑屈な小悪党、ある時は人情味あふれる父親と、変幻自在に演じ分けた。まさに、バイプレイヤーという言葉がふさわしい名優だぜ。第3位、穂積隆信。いよいよトップ3の発表だぜ。第3位は、名脇役として活躍する一方で、ある社会現象の中心人物となり、波乱万丈な人生を送った俳優、穂積隆信だ。穂積隆信さん、名前を聞くと、どうしても積み木崩しの衝撃が蘇ってくるわ。当時はワイドショーもその話題で持ちきりだったもの。そうだな。1982年に彼が出版した式、積み木崩しは、実の娘の非行と家庭内暴力を赤裸々に綴って300万部の大ベストセラーになった。ドラマ化された際は最高視聴率 45.3% を記録するなど、まさに日本中を巻き込んだ社会現象だったんだぜ。自分の家の壮絶な体験を世に出すなんて、役者さんとしても父親としても、相当な覚悟が必要だったでしょうね。その、積み木崩しのイメージが強烈すぎるが、俳優としての彼は、実はコミカルな役柄でも愛されていたんだ。例えばドラマ、飛び出せ青春では江川教頭役を演じ、柳生博との腰巾着コンビでお茶の間を沸かせたんだぜ。ああ、いたいた。生徒たちにガミガミ言うけど、どこか憎めない教頭先生。あの人が穂積さんだったのね。シリアスなイメージと全然違うから驚きだわ。そしてもう一つ、絶対に忘れてはいけないのが、声の仕事だ。彼は映画、バックトゥザフューチャーシリーズで、クリストファー・ロイド演じる科学者毒の日本語吹き替えを担当しているんだ。あの毒の声も穂積さんなの。マーチって叫ぶ。あのハイテンションで独特な声よね。教頭先生とも全然違うじゃない。そうなんだ。あの毒の吹き替えは名演技と評されるほどで、彼の代名詞の一つになっている。テレビ朝日版で放送された彼の声は、多くのファンの耳に焼き付いているはずだぜ。娘さんとの戦いという重い現実を背負いながら、画面やスクリーンの中では私たちを楽しませてくれていたのね。
私生活では多額の負債や家族の悲劇など苦難も多かったようだが、その役者魂は最後まで燃え尽きることはなかった。まさに人生そのものがドラマのような名優だぜ。第2、鈴木みずほ。第2位は、その腹の底に響くような重低音ボイスで、悪のカリスマから国家の権力者までを演じきった声の重戦車、鈴木みずほだぜ。鈴木みずほさん、名前を聞いただけで、なんだか威厳のある怖いおじさまってイメージが浮かんでくるわ。ドラマで偉い人の役をやってるのをよく見た気がする。そうだな。彼は1927年に満州で生まれ、京都大学を中退して劇団民芸に入団したという知性派だ。映画やドラマでは、組織のトップや政治家、軍人といった権力者役がとにかくハマっていたな。例えば、映画、新幹線大爆破での警視庁捜査一課長や、1984年のゴジラでの外務大臣役などが有名だぜ。やっぱり、画面に出てくるだけで、この人はただものじゃないって空気になるもの。あの重厚感は、簡単には出せないわよね。その重厚感の源は何と言っても、声だ。彼は俳優業と並行して声優としても活躍したんだが、彼が演じたキャラクターを聞けば、その凄さがわかるぜ。誰の声をやっていたの？代表的なのは、映画、スター・ウォーズシリーズのダース・ベイダーだ。日本テレビ版の放送で彼が吹き替えたあの低く響く声は、ワルの帝王の恐ろしさを完璧に表現していたんだぜ。うわぁ、後方っていう呼吸音が聞こえてきそうな。あのダース・ベイダーの声、鈴木さんだったんだ。怖かったけど、すごくかっこよかったわ。それだけじゃないぞ。映画、ゴッドファーザーのテレビ放送版では、マーロン・ブランド演じるドン・コルレオーネの声も担当している。つまり、映画史に残る悪のカリスマたちの声は、彼によって日本の茶の間に届けられたと言っても過言じゃないんだ。ダース・ベイダーにゴッドファーザー、最強すぎるわ。あの声で命令されたら、誰も逆らえないもの。私生活でも劇団ドラを結成して代表を務めるなど、演じる役同様にリーダーシップと信念を持った社会派の俳優だったんだ。2023年に96歳でこの世を去ったが、あの圧倒的な声の記憶は、永遠に消えることはないだろうな。第1位、稲葉義雄。稲葉義雄さん、名前を聞いただけで、あのモノクロ映画の雨の決戦シーンが脳裏に浮かんでくるわ。本当に渋くてかっこいい俳優さんよね。そう、彼を語る上で絶対に外せないのが、黒澤明監督の最高傑作、七人の侍だ。彼は、志村隆演じるリーダー官兵衛の参謀役でもある、片山五郎兵衛を演じたんだぜ。ああ、あの一番頼りになる人、いつも穏やかにニコニコしてるけど、すごく頭が良くて、個性的な侍たちをまとめてくれる人よね。その通りだ。彼の凄まじさがわかるのが、最初の登場シーンだ。官兵衛が侍の実力を試すため、戸口の陰に若侍を隠れさせて待ち伏せさせた時だ。他の浪人たちは引っかかったり怒ったりしたが、五郎兵衛は違った。そうそう、確か、部屋に入る前にピタリと止まったのよね。ああ、戸口の数歩手前でピタリと足を止め、戸の隙間から漏れる殺気だけを察知して、ご冗談をと笑って交わすんだ。刀を抜くこともなく、身構えることさえせず、ただその場の空気だけで危険を回避した。鳥肌が立つわ。派手なアクションじゃなくて、静寂で強さを見せつけるなんて、この一瞬だけで、彼が達人であることが証明された名シーンだ。実は彼、七人の侍の中で官兵衛が最初にスカウトした侍なんだぜ。彼が仲間になったことで、このチームは本物だという説得力が生まれたんだ。戦わずして勝つじゃないけど、本当の強さってこういうことなんだなって思わせられるわね。彼は劇団俳優座の創立メンバーでもあり、その確かな演技力は、蜘蛛の巣城などの黒沢作品でも重用された。派手な立ち回り以上に、その知的な眼差しと存在感で画面を引き締める。彼がいたからこそ、七人の侍はチームとして成立したんだ。これこそが本物の職人芸であり、私たちが求めていた最高のいぶし銀だと断言できるぜ。総評、まとめ。というわけで、
今回は視聴者の皆からのリクエストに応えて、昭和のいぶし銀名脇役第7弾をお届けしたぜ。一瞬の表情や声だけで、作品の空気をガラリと変えてしまう。そんな職人たちが支えていたからこそ、昭和の映画やドラマは熱かったんだな。本当にそうね。第1位の稲葉義雄さんみたいに、主役じゃなくても記憶に残る演技ができるって、本当にかっこいいと思うわ。みんな、それぞれに推しの脇役がいる理由が分かった気がする。まだまだ紹介しきれていない名優は山ほどいるはずだ。この人の演技が忘れられない。次はあの人を取り上げてほしいというリクエストがあれば、ぜひコメント欄で熱く語ってくれよな。みんなの思い出のシーンや、好きなセリフも教えてくれると嬉しいな。それじゃあ、この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくね。次回もまた、懐かしい昭和の世界で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。